皆様、明けましておめでとうございます。宇治原実です。今年もよろしくお願いいたします。世界に誇る日本人の心、副題として日本人こそ聖書の民だったというテーマで皆様とご一緒に考えたいと思います。本日は第17回目になります。テーマは東京裁判その5回目、マッカーサーの政策その1、 WGIP War Guilt Information Program、 いわゆる戦争プロパガンダの第2回目です。テーマは悪用された美徳、潔さ。本日は年始めにあたり後半はありません。昨年末に私は世界に尊敬される日本人と、それが過去となりつつある日本人の違いがどこから始まったのかをお話しし始めました。それがマッカーサーに代表される GHQ の WGIP、 戦争プロパガンダ、つまり戦争宣伝工作にあると申し上げました。日本人はひどい国民なのだといういわゆる自虐史観を植え付けることに成功しました。本日はその2回目になります。2004年アメリカの第76回アカデミー賞でラストサムライに出演した渡辺謙が助演男優賞にノミネートされました。にわかに日本ブームが訪れているというハリウッドです。ラストサムライで勝本という武将を演じた渡辺さんの演技は素晴らしかった。鋭い眼光と美しい太刀、全身から溢れ出る気迫が他を圧倒する存在となってスクリーンにも浮かび上がっていました。この映画の宣伝のために来日した主演のトム・クルーズは記者会見でこう語っていました。僕はずっと以前から日本の文化と日本人に深い尊敬を抱いていました。そして同時にこの日本にとても強く惹かれています。侍の優雅さと美しさ、武士道の精神、武士の強さと慈悲と忠誠、約束を尊ぶ心、正しいと信じることには命を投げ出す潔さ。それはつまり人間としてどのような結果になろうとも自分の行為や言葉に責任を持つということを意味しています。それはどんな人間も求めている強靭で崇高な人生のあり方でもあります。僕はそのことにとても魅了されています。コラム小松成美の世界を見渡せばより抜粋いたしました。新渡戸稲造の武士道は世界的なベストセラーとなり、日本人とは何かを世界に紹介する手引き書となりました。第二次世界大戦の相手国は日本人への戦術書として大いに利用したのです。つまり武士道に代表される日本人の美徳を逆手に取り、日本を貶める手段としました。その一つが潔さです。負けを潔く認める、つべこべ言わず、あとはまな板の恋、相手に全てを委ねます。日本を代表する桜の花はこの潔さを表すにふさわしく美しく咲き、見事に散ります。今日も私たちはこよなくこの花を愛し愛おしく思うのです。しかしこれは世界では通用しないということを日本人は戦後嫌というほど身に染みて学ばされます。天皇の敗戦の詔書で国内外の兵士は一斉に武装を解除しました。北方では戦車の燃料を抜き解体し始めたところにソ連が突然攻め込んできたのです。シベリアに捕虜として10年以上強制労働させられました。あろうことが日ソ不可侵条約を一方的に破られたのです。南方では山下大将以下全軍が投降しましたが、まともな裁判もなく処刑されました。フィリピンで敗戦を喫したマッカーサーの復讐が待っていました。東京裁判同様、戦地の裁判は復讐劇でした。先日も私が知人に、東京裁判では日本はひどい目に遭わされたのですよと話しましたら、負けたのだから何をされても仕方ないでしょうと言われました。一方的な理不尽を受け入れてしまった背景に、この日本人の潔さという美徳があだとなったと思います。無条件降伏したのでは
ないということすらわからなくされています。世界はしたたかなのです。改めてインドのパール判事が法の正義を盾によくぞ頑張ってくださったと心から感謝します。この姿勢こそ日本人には必要だと今も語りかけておられるように思います。ここからは宗像久夫氏の我が国の歴史を振り返る WGIP の目的と手段を参考にさせていただきます。はじめに占領政策が出来上がった構図を整理します。政治に疎く典型的な軍人であったマッカーサーは次々に送られてくるトルーマン政権の指示に初期段階は忠実に従いました。具体例です。昭和21年1月7日には日本人の再教育付けという12項目の具体的な方針がトルーマン政権からマッカーサーのもとに届きます。特に注目すべきは4番目の占領軍は占領の究極的目的を受け入れ、援助したり米軍の利益を促進するような日本人を探し出すべきである。次に10番目の米国人が退いた後にも日本人自身によって再教育プログラムが継続されるために日本人自身が再教育プロセスに積極的に参加することを推奨すべきであるとした点です。仕組まれた再教育プログラムを今なお忠実に継続している人たちが日本国内にはかなり存在していることは確かでしょう。GHQ が去ったはるか後の戦後75年経った現代に至るまで続いています。こともあろうか、日本人自らの手で継続しているのです。私たち日本人が誇りを取り戻すことができないような仕組みとして気づかないように、今も縛っているところに問題の根深さがあります。私たち日本人の心に、日本人はひどい民族だ、多大な迷惑を世界にかけたのだからお詫びし続けなければならないといういわゆる自覚主観を徹底的に植え付けた政策がより深く息づいています。次に GHQ の占領政策を次の3つに整理します。第一には日本を戦争犯罪国家に仕立て上げる宣伝としての WGIP の推進。第2には憲法の制定など日本改造。第3には東京裁判による日本有罪の強要と戦争犯罪人の処罰です。当然これらは相互に関連しています。終戦当時の日本人の意識は、日本人には贖罪意識が全くなかったと言っていいほど存在せず、道徳的過失も全くなかった。つまり日本人は悪くないという意味です。日本の敗北は産業と科学の劣勢と原爆のゆえであるという信念が行き渡っていた。つまり国力の違いと原爆です。と占領軍が認識したのです。それが WGIP の導入のきっかけとなったようです。改めて終戦間もなくの日本人には今のような自覚主観が全くなかったということです。植え付けられたことを覚えたいのです。これが戦後の原点です。アジアの解放という大義が日本人にはありました。対日心理作戦を陣頭指揮した人物が GHQ の民間情報教育 CIE 作戦課長に赴任し、日本の歴史を書き換えた太平洋戦争史を執筆編集など、対日心理作戦のプロたちが CIE の幹部に登用されます。こうして GHQ は WGIP に基づき、大東亜戦争とか発酵意中などの用語を使用禁止にするとともに、新聞各紙に GHQ 提供の太平洋戦争史を一斉に掲載し、ラジオでは毎日のように真相はこうだを放送します。いずれも日本軍が行ったとされる極悪非道をことさらに強調する内容でした。日本国民は軍部に騙されていたのだと思うようになりました。今日でも継続しており、NHK もその一つです。さて、WGIP の存在は
長くベールに包まれていましたが、昭和54年米国のウィルソンセンターで占領下の検閲事情を調査していた江藤淳氏がその存在を公表したことに始まります。そして平成27年に近現代研究家の関野道夫氏によって文章そのものが発見され、月刊誌正論史上で紹介され、日本人の知るところとなりました。しかし時すでに遅し、この工作は日本人の隅々に深く浸透しています。真実を聞かされても今更何よというのです。私たちには忘れてはならない、どうしても語り継がなければならないことがあると思います。それは戦争の悲惨さだけではなく、日本人としての誇りではないでしょうか。世界に感動を与えた日本人の素晴らしさは潔さでした。聖書の一節をご紹介いたします。初代教会の時代、ほとんどのキリスト者は貧しい身分の者や奴隷、社会的弱者でした。常に搾取され、虐げられる側の人々です。そんな彼らに武器を取って戦えと指導したのではなく、むしろ横暴な主人にさえ真心を持って仕えなさいと諭しました。それでキリストの教えは支配者に都合よく利用されたのだと非難されました。しかしそのような従順な姿勢に横暴な主人は自らを恥じるようになっていきました。やがてローマを変える力となりました。悪をもって悪に報いず、侮辱をもって侮辱に報いず、かえって祝福を与えなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのです。命を愛し、幸いな日々を過ごしたいと思う者は、舌を抑えて悪を言わず、唇を閉ざして偽りを語らず、悪から遠ざかって善を行い、平和を求めてこれを追い求めよ。主の目、神の目は義人の上に注がれ、主の耳は彼らの祈りに傾けられる。しかし、主の顔は悪を行う者に立ち向かう。新約聖書ペテロ第一の手紙3章の9節から12節。私たち日本人は次のように教えられてきました。騙してはいけない。騙すよりむしろ騙される方がましだ。これは日本人の根底にある考えと思います。騙すような卑屈なことをするな。これは日本においては美徳とされますが、一歩海外に出ると弱肉強食の世界ではたちまち餌食とされてしまいます。長年日本は鎖国していました。武士道は日本国内において発達しましたが、世界では自らを守るという点において通用しない面があります。なぜなら世界を支配する国々は騙すことに何ら躊躇しないのです。そんな中、騙され続けている日本人は全く惨めなように思いますが、日本人の根底には昔からお天道様が見ておられるという深い信頼があります。正しい裁きがいつの日か行われる。これは聖書の世界に通じると思うのです。それではお知らせです。次回第18回目1月9日土曜日、毎週土曜日の予定です。テーマは東京裁判その5回目、マッカーサーの政策その1、 WGIP3 回目になります。よろしくならチャンネル登録、ご感想いただければ嬉しいです。本日もご視聴誠にありがとうございました。